こんにちは、たくみです。かなり久しぶりの投稿になってしまったんですけど、皆様はいかがお過ごしでしょうか。ちょっと動画の投稿の期間が空いてしまって、えー大変申し訳ないなと思いながらも、ちょっと休んでいた理由はいくつかあるんですけど、そうですね。そもそもこの動画を投稿し始めたのが多分1年ちょっと前ぐらいからで、だいたい1年ぐらいこの和室での暮らしの様子っていうのをちょっと発信してきたんですけど、そもそももともと動画を撮るのが好きで、こういう発信もやってみたいなと思ってやってみて、いろいろ分かったこともあって、結構その YouTube を投稿していると、こうどうしてもやっぱ再生回数とか登録者数とかっていうのが見えるようになっていて、あんまり気にしないようにしようとは思っていたんですけど、どうしてもそこを見てしまう部分もあったり、それが自分の暮らしと結びついているっていうのが、だんだんちょっと違和感が出てきて、ちょっと一回、休んでみようと思って、ちょっと休んでいたんですけど、でちょっとその間に考えいろいろ考えて、で自分は何がしたいのかなっていうふうなことを思った時に、やっぱり自分が三味線工房で働いているんですけど、この日本の伝統産業とかっていうのが好きで、やっぱりこれをもっと発信していきたいなと思いまして、なんでちょっとこれからはこの暮らしの様子とかっていうのではなくて、もうちょっと伝統工芸とか日本の文化とかそういうのを発信していこうと決めまして、でちょっとさっきね今でポッドキャストをやってみたいなとずっと思ってたので、さっき1回目のポッドキャストを撮ってみまして、多分この後にそのまんまこの動画で流すことになるとは思うんですけど、ちょっと今まで見ていただいた方は動画の内容が変わってしまうので、もし興味のある方はここから続けてみていただけたら嬉しいかなと思っています。で、このチャンネルでもこれからはポッドキャスト動画と一緒に、できたら上げていこうかなと思っていて、でそっちのポッドキャストの方では、僕が伝統産業とか日本の工芸とかについて話したり、あとはその職人さんとかそれに関わる人たちに話を聞くような動画も撮りたいなと思っていて、それもこれからはこのチャンネルで動画を上げていこうかなと思っているので、ぜひこのままチャンネル登録していただいて、興味があればこれからも見ていただけたらとっても嬉しいなと思ってます。で今日はそのポッドキャストを始めた理由とかそういったことを話していますので、よければ続けて聞いていただけたらなと思います。それではどうぞ。職人と聞くとどんなイメージを持ちますか？こう長年の経験を重ねて一つの技術を極めていくとか、こう黙々と手を動かして
あんまり多くを語らない、そんな姿を思い浮かべる人が多いかもしれないです。で、私自身も今三味線の工房で働いてるんですけど、昔から手を動かして、こう何かを作るのが好きで、この世界に入りました。ただ最近この職人のイメージっていうのが少しずつ変わってるんじゃないかなと感じていて、で今日は、なんで私が、今回このポッドキャストを始めようと思ったのか、なんで職人がポッドキャストをやるのかっていうことについて話していこうかなと思っています。で、皆さんのイメージの通り、これまで職人っていうのは物を作ることに集中してきました。で、販売とか発信とか、こう外に向けて伝える仕事っていうのは、職人ではなくて、例えば百貨店とか問屋っていうものがその役割を担っていたわけです。ただ今の時代っていうのは、そこが変わってきているんじゃないかなと思っていて、今こうインターネットが当たり前になって、ものづくりをする職人自身が発信をしてお客さんに直接届ける、そういう時代になっているんじゃないかなと思っていて、なのでこう職人の仕事っていうのがものを作るだけじゃなくて、それをどうやって伝えていくか、その魅力をどうやって伝えていくかっていうのも職人の仕事になりつつあるんじゃないかなと思っているわけです。で、なんでこう伝えるっていうことが大事になっていったのかっていうと、やっぱりその理由の一個に、今の時代っていうのは物が溢れているっていうことがあるんじゃないかなと思っています。こう今ってアマゾンとかを開けばすぐ何でも手に入る時代で、安くて高品質で、壊れにくい商品っていうのが、世界中にいっぱいあるわけですね。で、そうなってくると、安いから買うとか、これが便利だから買うっていうのだけだと、選ばれにくくなってきていますと。で、そうなった時に、じゃあ、何で選ばれるかっていうと、そこで大事になってくるのが、誰がどんな思いで作っているのか、こうつまり物語っていう部分が大事なんじゃないかなと。で、そういう時代になんじゃないかなと思っています。で、例えば私は趣味で写真をよく撮るんですけど、こう最近のカメラってどんなメーカーでも性能は十分にあって、なんで最終的に何で選ぶかっていうと、例えばそのメーカーの考え方が好きとか、そのカメラのデザインが好きだから選ぶとか、そういう理由で選んでいます。多分これ皆さんもお気に入りの道具だったり服とか
食器とかそういうのを選ぶ時も、なんかその商品にどんな背景があるのかっていうのを感じながら、選んでるんじゃないかなと思います。物を買う側が、今の時代はそういう物語を重視するようになっているので、世界中の多くのブランドが、ブランドとかメーカーが、その自分たちの商品の魅力とかどうやってなんでできたのかっていうのを、その物語を語るようになってきているわけです。これは工芸とか伝統産業の商品に関しても同じなわけなんですけど、ただ職人っていうのは今までそういうことをやってこなかったわけで、まだそれを自分の言葉で語る人が少ないんじゃないかなと思っていて、でこれからの職人っていうのはそういうのが大切だなと思っています。でここでちょっとこの工芸とか職人の歴史を振り返ってみようかなと思うんですけど、そもそもこう、江戸時代とかっていうのは、それまでっていうのは生活の道具とか衣服とか、全て手作りで行っていたわけで、そもそもその工芸っていう言葉自体が存在していなかった時代がありました。でそれが明治になって産業革命っていうのが起きて、で、大量生産大量消費、いろんなものが安く簡単に作れるようになっていったわけですね。で、そうするとこの手仕事っていうのは、実用品としては選ばれなくなって、その代わりになんで工芸品をわざわざ選ぶのかっていうような、この物語っていうのが必要になっていきました。なんですけどその当時っていうのはそういったストーリーを伝えていたのは、その百貨店とか雑誌とか、そのものづくりの外側にいる人がお客さんに伝えていって、職人っていうのは、そういった発信の場を持っていなかったんですね。ただ今はそれが変わっていて、インターネットができて SNS とかが発達してきて、誰しもが自分の考えていることとか、その商品とかについて発信をできるようになっていって、職人もものづくりをしている自分自身の言葉で語れるっていうような、そういう時代になっていって、で伝統産業とか工芸っていうのは、他の商品に比べてもやっぱり特にその歴史とか今まで、過去の職人がつないできたその思いとかっていうのを伝えるっていうことが大事なことだと思っているので、でそれを現場で継いでいる職人とか、その本人自分自身が発信していくっていうことが大事なんじゃないかなと思っています。っていうことで、そういった現場の
声とか職人とか産地に関わる人たちの声を、こう発信していきたいと思って、このポッドキャストも始めたんですけど、他にいろんな SNS がある中で、なんでこのポッドキャストっていうのを選んだのか、そこについてちょっと話していきたいなと思うんですけど、まずポッドキャストっていうのはこの声で伝える SNS で、声っていうのは文字とか写真では伝えきれないような温度感だったり、その人の空気感とか、そういったものっていうのが伝わりやすいんじゃないかなと思っていて、で他の SNS っていうのはどうしても分かりやすさとか短くてすぐに分かるっていうようなコンテンツが多いわけですね。ただこの工芸とか伝統産業の魅力っていうのはどこか言葉にしづらかったり曖昧だったり、その葛藤とか、そういった部分に魅力があると思っていて、で私はそういったものを伝えていきたいと思っているので、ポッドキャストはそれを伝えるのには一番いい SNS なんじゃないかなと思って選びました。あとポッドキャストっていうのは数字とか、いいねの数とか登録者数とか、そういうのがあんまり、注目されていないっていうか、あんまりその表に出てこないようになっているので、そういう数字を気にしないで、いろんな人が安心して話せる、そういうホームみたいな場所だなと思っていて、で自分自身もよくポッドキャストっていうのを聞くんですけど、ポッドキャストだと、例えば工芸みたいなこうニッチな話題でも届けたい人に届けられるっていうような場所でもあって、なのでポッドキャストやってみたいなと思って選びました。で実際今この伝統産業っていうのはこうすごく悪循環の中にあると思っていて、そもそも需要が減っていって、あとは原材料が不足して、物が作れなくなったり、物価が上がっていて原材料仕入れができなくなったり、そういう影響で後継者を育てるっていうことも難しくなってっていうように、どんどん悪循環に陥ってしまっていると思っています。なんですけど、私はこの伝統産業っていうのは、すごい魅力があると思っていて、例えばこう何世代もの人がこう積み上げてきたその技術とか知恵とか工夫とかを積み上げてきた人たちがいて、それがその人たちの技術で一個の道具とか商品になっていて、
でそれを使って暮らしていくっていうのはすごく豊かなことなんじゃないかなと思っているんですね。なんで私はこの伝統産業のいろんな産地が、これから先、100年後になってもいろんな産地がこう自立してものづくりができている、そんな産業にしたいなと思っていて、でそのきっかけとしてこのポッドキャストを通して、そういうことを目指していく仲間を増やしていきたいなと思っています。でこの番組でやっていきたいことが主に3つあって、まず1個目は職人とか産地に関わる人たちと対談形式で話すっていうようなことをやりたいなと思っていて、職人の話とかって、実際に聞く機会がなかなかなくてないと思うんですけど、そこにはいろんな思いとか葛藤とかがあると思っていて、そういった声を現場でしか聞けない、実際にものづくりをしている人だからこその声とか、それを伝えるために奮闘している人の声とかを聞きたいなと思っています。で2つ目は、その工芸とか文化とかっていうのを深掘りしていくような会もやりたいなと思っていて、いろんな工芸品とか文化っていうのにはそれぞれ面白い歴史があったり素材も違って、そういう背景もいろいろあるのでそういうのがすごく面白いと思うので、私自身もまだ知らないことも多いので、そういうものを勉強しながら皆さんと共有できたらなと思っています。で最後3つ目は、私自身が日々仕事をしていく中で感じたこととか考えとか、例えばこうやってポッドキャストをやることについてとか、若手の職人がどうやってこの業界を見てるのかとか、そういったことについてもたまに話していけたらなと思っています。でそういうのを発信していく中で、さっき言ったように産地が伝統産業っていうのが今後もずっと未来に続いていくための、仲間を集めたいなと、いろんな人に仲間になっていただきたいなと思ってるんですけど、今日この回をたまたま聞いていただいて、ここまで聞いていただいた方にちょっとお願いがありまして、3つお願いがあって、まず1個目がこの番組をフォローしていただきたいなと思っています。この番組これからおそらく不定期的に更新する形になると思うんですけど、フォローして更新をお待ちいただけたら嬉しいです。で2つ目は、この回をSNS とかでぜひ共有していただきたいなと思ってます。いろんな方に聞いていただいて仲間になっていただける方が増えたらとっても嬉しいので、ぜひ
で感想とかももしあったら感想と一緒に共有していただけたらとっても嬉しいです。であともう一個はちょっと試験的になんですけど、Discord っていう、アプリサービスでコミュニティのようなものを作ったので、そこでは皆さんとコミュニケーションを取れるような場を作ったので、もし興味がある方はこちらにも参加していただけたらなと思っていて、今後これから皆さんと何かしたいってなった時にここで話したりしていこうかと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。でこの番組を通して一人でも二人でもこういう仲間が増えていけば、この産業にとってはすごく大きな力になると思っているので、ぜひいろんな方に聞いていただいて協力いただけたらなと思っています。で最後にこの番組の名前についてなんですけど、名前に温度っていう名前をつけました。で温度っていうのは、温度を取るとかっていうような言葉があるように、こういろんな人を巻き込んで物事を進めていくっていうようなイメージがあって、この番組を通してその輪を広げていけたらなという思いを込めてこの名前にしました。あとは自分も三味線の工房で働いていて、音楽とか音っていうのにも関連しているので、この名前ぴったりなんじゃないかなと思ってつけてみました。ではね、ここまで聞いてくださってありがとうございます。今回ここまでにしようかなと思います。ちょっと初回で緊張しながら話したんですけど、これからもいろんな方と話したり、こういう発信をしていきたいなと思っていますので、またお聞きいただけたら嬉しいです。では、たくみでした。また次回お会いしましょう。